皆さんこんにちは。今回はアンプルギターを使った忘れてやらないの打ち込み方について解説していきますよ。ちょうどやってみたいなと思っていたところなんです。アンプルギター特有の操作やキースイッチについて詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてみてくださいね。今回はアンプル SC と TC を使っていますが、メタルシリーズ以外なら同じ操作ができるはずなので一緒にやってみましょう。では早速イントロからスタートです。このセクションではレガート系の奏法の入力とマシンガンサウンドの回避方法について解説していきますね。最初のポイントはオクターブ奏法とスライドを組み合わせたテクニックです。まずスライドさせる音同士が重なるようにミディを伸ばしましょう。次にスライドのキースイッチの E0 とサステインのキースイッチの C0 を入力します。おや、うまく再生されませんね。そうですね。スライドは同じ弦の上で指を滑らせて音を出すテクニックなんですが、今の状態だと指が一番左端にあるのでそれ以上進めないですよね。はい。なのでもっと右からスタートできるように別の弦を指定してあげる必要があります。ギターの構造を覚えるのはしんどいと思うので、一つだけルールを決めてみましょう。スタート位置を右にしたいときは弦を下方向に移動、スタート位置を左にしたいときは弦を上方向に移動というルールを使って打ち込んでみましょう。弦指定のキースイッチは G0 から C1 の範囲が6弦から1弦にそれぞれ対応していますよ。今回はスタート位置を今より右に移動したいので G#0 を入力して6弦から5弦に移動します。次はその後のマシンガンサウンドを直していきましょう。私が打ち込むといつもこんな感じになってしまうんですよ。もっと自然な感じになりませんかね。なんとかしましょう。アンプルギターをメインモードで使った場合、ベロシティの強さによって音色が4段階に分かれます。0から31、32から63、64から95、96から126の4つのグループです。中でも一番弱いグループと一番強いグループがマシンガンサウンドになりがちなので、連続で使う場合は注意が必要です。今回はベロシティを95にして3番目のグループの音色を選びました。このセクションではリードギターに生演奏のようなニュアンスを加えるテクニックを紹介しますね。まずはベタ打ちの状態を聞いてみましょう。このフレーズにアクセントをつけて生っぽいニュアンスを加えていきますよ。よろしくお願いします。さっきベロシティが4段階に分かれていると言いましたよね。はい。実は値を127にした時だけポップと呼ばれる特殊な奏法が発動するようになっています。本来はスラップと混ぜて使ったりする奏法ですが、生っぽいアクセントをつけるのにとても効果的なので、今回のフレーズに使ってみましょう。裏技的な感じですね。アクセントをつけたい部分をまとめて選択して、ベロシティを127に設定します。次に伸ばしている音の終わりにスライドアウトのキースイッチを入力してギタリストが弾きがちなニュアンスにしてみましょう。最後のロングトーンにはビブラートをかけます。フェードインするような形に線を描くと人間っぽくなるのでおすすめですよ。では仕上げにオクターバーをかけていきましょう。ピッチシフター系のプラグインなら何でも大丈夫なので、1オクターブ下の音を原音の 20% ぐらい混ぜてみてくださいね。アンプより前の段に置くのがポイントですよ。
このセクションでは最初にパームミュートのコントロール方法について解説していきますね。こういうミュート系のリフってもう少しザクザク刻みたいところですよね。そうですね。とりあえずベロシティを強めにすれば大丈夫でしょうか。アンプルギターのパームミュートにもベロシティごとの音色の変化が用意されていますが、実はちょっとした罠があるんです。おや、ベロシティが強いほど余韻も伸びてしまっていますね。そうなんです。勢いが欲しいなって思ってベロシティを強くしても余韻まで伸びてしまうので、サステインの奏法とあまり変化がなくなってしまうんです。なのでこのフレーズのようにザクザク刻みたいときはベロシティを弱めに打ち込むのがポイントになりますよ。今回はベロシティを63に設定しました。次は右チャンネルのディレイを使ったフレーズについて解説していきますね。まずは元になるミディを見てみましょう。ここに四分音符のディレイをかけて作ります。ディレイが鳴る位置を視覚化するとこういう感じになりますよ。なるほど、音だけ聞くと複雑に感じていましたが、こうやって見ると分かりやすいですね。そうですね。では実際にディレイをかけていきましょう。まずディレイタイムを四分音符、フィードバックを 20% ぐらいに設定します。次に EQ で低域と高域をカットしてローファイな感じに。そしてコンプレッサーでアタックを潰して原音と共存できるようにしてあげましょう。このセクションではアルペジオを生演奏っぽく打ち込む方法について解説していきますね。まずはこのフレーズを聞いてみましょう。このフレーズを聞いて何か気づいたことはありませんか？そうですね。なんだかブツブツ途切れているような感じがします。グッドですね。一つ目の修正点は音を短く切りすぎなところです。ギタリストはコードを弾くときに基本的に全部の弦を同時に押さえがちなんです。なのでコードが持続しているうちはなるべく重ねて打ち込むようにしてみましょう。二つ目の修正点はアクセントです。ギタリストはコードを押さえた時の外側の弦を強く弾きがちなんです。このフレーズの場合は B と E のベロシティを127にしてポップのアーティキュレーションを使ってみましょう。ここで一つ補足しますね。B メロのフレーズは左右のチャンネル両方とも途中でメインモードとストラマーモードを切り替えて使っています。2つのモードを切り替えるには C#6 のキースイッチを入力しますよ。ベロシティが63以下でメインモード、64以上でストラマーモードが有効になります。音が欠けているのに気づきましたか？切り替えのタイミングは少し早めに次のキースイッチを入力しないとうまく発音されないことがあるので注意してくださいね。このセクションでは開放弦を使ったフレーズの打ち込み方について解説していきますよ。まずは開放弦ありとなしの状態を比べて聞いてみましょう。
放弦とは弦を押さえないで弾く奏法のことを言います。タブ譜で0の表記が出てきたら開放弦を使ってくださいねっていう指示になりますよ。なるほど、そういう意味だったんですね。アンプルギターではオープンストリングファーストというキースイッチを使って再現します。キースイッチは G シャープ6でベロシティ63以下でオフ、63以上でオンになりますよ。ギターには同じピッチを鳴らせる場所がいくつかあるので、今回は開放弦で鳴らしてねという指示をアンプルギターに出すという意味があります。ここまではわかりましたか？はい。では、忘れてやらないのフレーズに戻りましょう。おや、開放弦が使われていませんね。そうですね。楽譜を見ると E の音が0になっているのがわかりますか？あ、もしかしてここでキースイッチを使うわけですね。正解です。E の音を開放弦にするためにオープンストリングファーストのキースイッチを入力しましょう。ちなみにこのフレーズを完全に再現するにはカポフォースというキースイッチの入力が必要になります。C シャープ1を入力した後に E1 から A シャープ2の間のノートを入力すると任意のポジションを指定することができますよ。忘れてやらないの打ち込み方は分かりましたか？もちろんバッチリですよ。アンプルギターは操作が少し難しいですが、極めればとてもリアルな音が出せるので、ぜひ使ってみてくださいね。動画内で説明しきれなかったこともたくさんあるので、わからないことがあれば質問をお待ちしてますよ。おまけでギターソロのミディを用意したので、参考に使ってみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。